時計の修理をずっと今まで。初めスイスの方に67年に来ましてね、ちょっといたのですが、71年にロンドンの時計の仕事で日本から来ました。初め郡山ですから、福島県ですね。当時は外国スイス製の時計はほとんど入ってなかったんですよね。で10年間やって、それで東京に出たのは、どうしても時計ならスイス行きたいとこうなって、それで東京へ出て、関大に英語学校があったんですけど、そこへ行って2年間働きながらちょっと勉強したなんかしてたんですけど、それで1966年ですか、初めて横浜から那覇とかまで船で那覇とかからラジオストーク、イルクーツク、モスコーですか、シベリア鉄道で10日12日間かかったですね。それでウィーンまで行ってジュネーブ行くんですけどね、今考えるとね、よくやったなと思うんですけどね。ちょうどね、私が台湾の蒋介石の88の祝いで特別のね、生け花のイベントがあったんです。それで行ったことを彼がニューヨークで知りましてね、私そんな手紙を送りましたので、彼が2回目にこっちへ来る時に、外国でやってみないという話があったんですよ。それはね、プロポーズだとは思ってなかったんですけどね。で、ある時大使館から生け花のデモンストレーションしてくれって言われて、私ハサミがないしと思ったら大使館にあります。でまたある時お茶をね、でどこから私がお茶とお花をやってるってことを知ってるのかなと思ったんですけど、とにかくお茶をやってた。私もあれしてたんですけど、お道具一切ないんですって言いましたら、大使館に揃ってますからどうぞお使いくださいって言われまして、いろいろのね、なんていうんですか、例えばよその外国人の大使館のね、奥様の集まりとか学校とかね、そういうふうな大きいのも小さいのもありましたけどね、そんな感じのあれでした。初めは海外的な行事の方が多かったんですね。私個人の教室を持つというよりも、例えば大使館の関係で、外務省の関係でね、あれは一番先行ったのはグリスですね。ギリシャでしたね。まずそこで飾り集めをしなくちゃならないね。それ大使館の車出してくださるんですけど、であそこにグリーンなり綺麗なあるから、あそこちょっとあれはねバラでとても手がつかないでしょ。じゃあ他のものなんて、あとはねオリーブの木しかないですねとかねそんな感じでね、日本語の勉強を始めですけどね、なかなかできなくて、まずアヒル、これアヒルはダック、ダックはアヒル、そのあだよなんてあっても煙突チムニー全然関係ないでしょ。こんなもんどうにもならないんですよ。私土曜日の毎週ね、あそこにキャムデンタウンにね補習校というのがあったんですね。で毎朝土曜日に連れて行くんですけどね、Mommy, it's not fair って言うんですよ。Why we doing it 6 days a week? You are Japanese って言ったらね、No, we are English. You are Japanese, pure Japanese. マミだってジャパニーズって言ってね、そういう感じでね、